こんばんは、岡田敏夫ゼミの時間です。9月12日土曜日のですね、21時よりですね、フジテレビ系列土曜プレミアムという番組枠でですね、マッドマックス怒りのデスロードがですね、オンエアされます。そこで今夜のですね、岡田敏夫ゼミではこの映画の見どころっていうのをですね、紹介しようと思います。最初から最後までね、もう本当にクライマックスの連続なんでですね、とにかく見てくれっていうので、本当はね、いいんじゃないかと思うんですけども、無料のこの部分放送ではですね、ネタバレに注意しながら最初の5分だけ、本当に最初の5分だけをですね、解説します。さらに裏話とか作品のテーマに興味がある人はですね、有料の限定会員用の放送ですね、限定会員にですね、登録してくれれば、最後まで見れますのでよろしくお願いします。ということで、マッドマックス怒りのデスロード初級講座っていうのをですね、お届けします。冒頭はですね、真っ暗な画面なんですね。映画が始まったら真っ暗な画面になってですね、そこにですね、俳優さんとかですね、あとスタッフのですね、それも脚本監督とかですね、プロデューサーとかそういう、上部のスタッフっていうのが、メインスタッフのですね、クレジットが入ります。名前が出ます。これはですね、ハリウッド映画のルールなんですよ。映画の題名、タイトルが出る前に、ちゃんとですね、プロデューサーとか主演俳優とかの名前を出さなければいけないというですね、そういう決まりがあるんですよね。で、スター・ウォーズシリーズってこのルールに沿ってないじゃないですか。あれ一番最初にドーンってスター・ウォーズってパーン、パパパーン、パパパンっていう、なんかファンファーレが鳴り響くと。あれなんでかっていうと、最初のスター・ウォーズの時からやっぱ問題にされてたんですね。最初のスター・ウォーズの時から、これダメだと。監督協会としてはこれ許せないって言ったら、ジョージ・ルーカスは怒っちゃって、監督協会辞めちゃったんですよ。で、だからスター・ウォーズっていろんなハリウッドの協会があるんですけど、それを脱退してですね、作った第1作っていうのは無理やりな作品でですね、じゃあ2作目からどうやったのか、どうやって2作目からもですね、一番最初にスター・ウォーズでドーンとエンパイア・ストライクス・バックって出るじゃないですか。あれ何かっていうと、もうそこから先、ジョージ・ルーカスが金を儲けたんで、スター・ウォーズで金を儲けたんで、自分の自主制作映画としてセルフプロデューサーでやってるのですね、ハリウッドの映画協会関係ねえやっていうことで作ってるから、あれが可能なんですね。なかなか珍しい作品であります。なんかね、そこまでして、ジョージ・ルーカスっていうのは、いわゆる昔のハリウッド映画が持っている一番最初にドンとタイトルが出てくるというスタイルを守りたかったんですね。で、マッドマックスではですね、こんな、むちゃくちゃなことをしてないんですね。スタッフクレジットがですね、出てくるんですけど、この黒みの部分でですね、過去のですね、セリフとかですね、あと、なんでこういう状況になったのかというニュースのですね、音声っていうのがですね、入ってくると割と自然な作りになってくるんですね。資源や水が不足しているです。あと、石油戦争という言葉が聞こえてきたり、あと、ついに核戦争があって、そんなセリフが聞こえてきます。地球からですね、核戦争が起きてですね、地球から緑の土地がなくなって、で、地球の大地すべてが汚染されてしまいですね、汚染された土地で、人間の寿命はですね、汚染によって半分以下になってしまった。そういう人類の黄昏の時代、終わりの時代ですね。で、残されたわずかな土地や食料とか、あと石油を奪い合うですね、もうそういう恐ろしい時代がやってきたと。主人公のマックスは元警察官だ。こういうのがですね、モノローグとかですね、あと背景の音声とかでわかるようになっています。で、ドーンファーストカットですね。ファーストカットもめちゃくちゃ抜けがいいですね。空の下でですね。で、下がもう茶色の地面ですね。荒れ果てた地面ですね。で、ここにあるですね、でっかい車ですね、スポーツカーみたいなものが、もう主人公マックスが信じられるすべてと言ってもいいですね。インターセプターと呼ばれるですね、マッドマックスのですね、愛車です。これはシリーズすべてに出てくる車です。で、この茶色い大地はですね、ウエストランドですね。荒れ果てた大地っていうふうに呼ばれて、ウエストというのは、ゴミみたいな意味ですから、見捨てられた世界という意味ですね。もうこの世界はですね、地平線の向こうまでずっとこうなんですよ。どっかに緑とか森とか湖があって、そして、たまにこんな荒れ地が広がってるとかではなくて、この時代の地球はですね、すべてこういうふうになっているんですね。で、足元にですね、トカゲがですね、出てきます。言ってしまえば、風の谷のないナウシカの世界だと思ってください。割とね、これナウシカとの共通点多いんですけど、それはまた後で話します。で、そこで足元にですね、マックスの足元にトカゲが現れるんですけども、トカゲの部分だけちょっとクローズアップにしてみました。
マックスがですね、もう立ち小便してるシーンから始まるんですね、この映画。嫌ですよね。主人公が立ち小便してるところから始まる。で、足元の岩場、手前の岩場に、トカゲが出てくるんですけど、ちょっとね、わかりにくいんですけど、トカゲがですね、頭が2つあるんですね。で、この頭が2つあるトカゲを見せることで、この世界の生物は全て汚染されているというのがわかるんですね。核戦争でですね、汚染された世界でですね、全ての生物こういうふうになってるんですけど、これをおしっこしてる時もですね、マックスの中ではですね、今までのですね、マックスが出会った人々の恨み事が聞こえちゃうんですね。で、昔助けられなかった人たちの恨み事が聞こえてしまう。そいつらの声が俺の頭の中を這い回るって言うんです。で、この這い回るっていうセリフでちょうどうまくこのトカゲがバーッとマックスの足元へですね、這っていくんですよ。だから、うまくセリフとこうしてるというか、内面の声のあいつらの声が俺の中を這い回る。しかし、あいつらは俺に手を出せないっていうふうなところで、マックスがですね、ぐしゃーっとですね、この二つ頭のトカゲを踏み潰しちゃうんですね。もうノータイムで、足元に来た瞬間に振り返りもせずにぐしゃっと踏み潰すと。で、よいしょ。マックスはですね、口ですね。もう頭はボーボーの髪でですね、で、髪の毛が伸び放題で、生きたトカゲをですね、ぐちゃぐちゃ食べてます。で、アメリカ映画、ハリウッド映画ですね、この男性が髭とか髪の毛が伸び放題というのは、世捨て人のサインなんですね。もうこの世の中と俺とは関わらなくていいんだと、関わりたくないんだっていう人間を出したいときに、この髪の毛ぐしゃぐしゃの状態を出します。で、ここでモノローグでですね、さっきの続きですね、これまでのですね、死んでいた人間の奴らの声が俺の頭の中を這い回る。しかし、奴らは俺に手を出すことができないっていうふうに言うんです。で、それをモノローグで言った瞬間に、こいつが急にピクッと動いて、で、地面に落ちてたですね、荷物をバッと拾うんですね。この一番最初の、このインターセプターのこのドアの下にですね、荷物がこう大雑把に掘り出してるんですけど、それをバーッとまとめてですね、車の中に乗ってエンジンかける。そうすると、マッドマックスのインターセプトのエンジンの上のスーパーチャージャーがグワーンと回ってですね、急にこう車が走り出すんですよ。で、車がガーッと走り出したら、この崖の向こうのウエストランドの方へ行くんですね。そしたら、後ろからですね、トゲだらけのですね、もうどう考えても悪者が乗ってるようなですね、車が次々と追いかけてくるんですね。つまり、奴らは俺に手を出せないって言った瞬間に、じゃあ手を出してくる悪い奴らっていうのが画面の中に現れるんですよね。ヤンキーのですね、車が山ほど襲ってきます。で、ヤンキーの車に襲われるシーンをちょっと大きめのフリップで、まとめてみましたですね。で、これはマックスの車なんですけども、ダーンとひっくり返って、そのまま地面の上をゴロゴロっと転がるんですね。で、過去のシリーズ、マッドマックスのですね、過去のシリーズを見てたですね、ファンの人はここでものすごい驚くんですよ。なんでかっていうと、おいと。マッドマックスといえばインターセプターだろうと。自動車なんです。インターセプター、それが冒頭2分ですよ。これも1分かな ?1 分か2分のところでもいきなりぐちゃぐちゃに壊れてるんですね。もう転がって、なんか困ったなじゃないんですよ。部品がそこら中に吹っ飛んで、車が凹んで、もう明らかに壊れてるんです。あれ、冒頭もう2分でインターセプター壊れちゃってる。どうするんだろうと。で、こっから先どうなるんだろうというふうにファンは思うんですね。ただ、これ大きいフリップにしたのは、このカットのすごいところはですね、カメラがフォローして寄ってるところなんですよ。これ最初のフレームですね。かなりね、ロングで撮れてるんですけども、こう下を見るとですね、山の位置移動してますよね。そう。カメラ位置がね、こっからですね、ゆっくりとこう右へ移動してるんですよ。で、この車の大群をカメラがパンしながら、おまけにね、徐々にクローズアップになってるんですよね。で、そんなこと当たり前って思うかもわかんないですか。ところがですね、この車がですね、マッドマックスのインターセプターがカメラの中心、ど真ん中でドーンと派手にですね、横転して、ゴロゴロっと転がるんですよね。こんなの撮れるはずがないんですよ。つまり、集団で自動車が追いかけっこしていて、それをずっと追いかけて、で、カメラのちょうど真ん中狙っていて、ピントが合っているところでですね、自動車が吹っ飛んで横転してゴロゴロ転がるなんてことはあるはずがない。それには仕掛けがあるんですね。で、普通こういうシーンではですね、キャノン使うんですよ。キャノンっていうのは何かっていうと、ハリウッドのアクション映画の用語なんですけども、こういうですね、棒みたいな状態になった火薬なんですね。これの長さがですね、1メートルと1.5メートル、2メートル、いろんなものがありますけど、
基本的にこの棒状になった火薬。これをですね、地面に垂直に埋めるんですよ。で、このキャノンに点火すると、真上に向かって火薬爆発がドーンと起きるんですね。で、それで自動車がひっくり返るんですね。つまり、こんないい加減なもんですけど、これは自動車とするとですね、向こうからガーッと走ってきて、で、この上に来た時に、点火技師の人が点火させると、この車がバーンと吹っ飛ぶと。これがハリウッドのこれまでの撮り方だったんですね。しかしですね、マッドマックスのですね、アクション監督は、スタント監督はそれでは納得しない。まず何よりも危険だと。こういうね、集団暴走なんですよ。で、集団暴走で、おまけに平たいですね、ハイウェイの上じゃないと。アスファルトの上だったらできるかもわかんないんだけども、こういうオフロードみたいな地面の凸凹があってですね、で、埃舞い上げて走ってますよね。ということは、もう本当に、整備してないところなんですよ。で、そんな凸凹道をですね、正確なタイミングでカメラのフォローというか、フォローとアップがあって画面の中心で、間違いなくいいタイミングで、この、キャノンの真上に来て、で、そのキャノンで吹っ飛ばされて車が横転できる。そんなことができるかというと、できるはずがない。だから、普通の映画でカメラ、自動車がゴーンってやるときってもっとアップなんですね。もっと決まったシーンで、決まった角度で撮ってるのが多いんですよ。カメラが動きながらのシーンで車が横転するっていうのがまずないんですよ。で、結局これどうやったのかっていうとですね、アクション監督としてはですね、キャノン特有の車がね、真上に持ち上がるような嘘は嫌だと。そうじゃなくて横転して、でこのままゴロ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 って車が転がるように撮りたかったということでですね、フラプターというですね、仕掛けを考えました。フラプターというのは何かっていうと、この車の底にですね、巨大なバネというかですね、スプリング装置ですね。実際は空気圧なんでしょうけど、これでですね、バチンとですね、跳ね上がるですね、棒をつけたんですよ。で、その力でこの車がゴロンって転がるんですよ。でこのフラプターは何がいいかと言ってですね、乗ってる人間が自分で操作できると。キャノンは離れたところから点火技師がやるので、車のスタントマンとしては自分のタイミングじゃないんですよ。人のタイミングで車が横転するから危険だと。それに対してこのフラプターだったら、その車の中からスイッチを入れることで自分でですね、転がるタイミングできるから安全だということですね、フラプターがですね、導入されました。で、そのフラプターがわかる画像がですね、よいしょ。すいませんね。ここなんですけども、見事にですね、倒れてますよね。で、このですね、車の裏側、お腹側にですね、フラプターが隠れています。これフラプターのですね、テスト画像なんですね。マッドマックスのですね、ブルーレイですね。このマッドマックスのブルーレイを買うとですね、メイキングついてくるんですよ。で、このメイキングの中でですね、マッドマックスはどういうふうに撮られたのかっていうのがあるんですけども、そのマッドマックスのメイキングの中でですね、車が裏返しになって、ここに棒みたいなものが見えるのわかりますか？これがフラプターなんですね。これがですね、その車の裏側からですね、パーンと跳ね上がってきて車が横転するという仕掛けです。僕ね、マッハ555というですね、アニメが昔あったじゃないですか。大昔のバージョンね。で、その時にですね、マッハ号のプラモデル出たんですけど、そのマッハ号の他にですね、主人公のですね、お兄さんが乗ってるですね、レースカーっていうのがあったんです。で、確か主人公のお兄さんが乗ってるレースカーにもこれついてたんですよね。ゼンマイで走らせる車なんですけども、ある程度走ったタイミングで勝手に箱の裏の、フラプターがですね、バーンと跳ね上がって、車がくるりと1回転してそのまま走るっていうのがあってですね、これ僕すごい気に入って、プラモデル自分で作ってですね、ずっと子供の頃遊んでたんですけども、いや、だったらフラプターと言わずに、マッハ号のお兄さんの乗ってる車でもいいんじゃないかなと思ったんですけど、別にオーストラリアのスタッフこれ知らなかったと思います。で、このテスト映像ですね。これは、周りにコーンとかが置いてあるのがわかるとおり、テストを散々やってうまくタイミングを合わせました。で、マックスはですね、横転した車の中からですね、なんとか生きて這い出します。しかしですね、その場で捕まってしまうんですね。追いかけてきたですね、全身頭ツルツル、全員男たちでですね、みんな痩せた男でですね、頭がツルツルでですね、で、体が白塗りで目の周りだけ黒いですね、なぜか同じ姿をした男たちに捕まって、で、繋がれて、ロープで引っ張られてですね、彼らのアジトみたいなところに連れて行かれます。で、そこで一回安定になるんですね。で、次のシーンです。その男たちに捕まった、ちょっとわかりにくいですけど、宙吊りになったマックスはですね、髪の毛を、ジョキジョキハサミで切られます。
この下にですね、同じ白塗りの子供がいて、まあ、8歳かな、7歳か8歳ぐらいの男の子がですね、マックスのその落ちた髪の毛っていうのを拾うんですね。でなんでこんな落ちた髪の毛拾うのかっていうと、後で出てくるですね、この部族ですね、この集団のですね、なんだろうな、祀ってるものの中に、戦利品、いわゆる弱いものから取り上げた者たちのもので飾り付けてるものがいっぱいあるんですね。その中に人間の髪の毛が、金髪もあれば黒髪もあれば赤髪もあればというのがいっぱい使われてるんですね。それに使われる。で、注目ポイントはやっぱこの小さい子供なんですよ。悪の集団とかを見せるときに普通はそのメンバーの子供って見せないんですね。いわゆる悪いやつばっかりいるっていうのが、普通の悪の集団の見せ方なんですけど、最初の方でですね、そこでちゃんとメンバーの一人として仕事をもらっている小さい子供を見せるということは、これ悪いだけの集団じゃないんだ、なんかあるんだっていうですね、ちょっと奥知れない世界観。で、同時にですね、その男の子もやっぱ全身白塗りで頭ツルツルで目の周りが黒いという不気味さもありますですね。単なる盗賊ではないというのがわかります。で、マックスがですね、髪の毛を切られながら何されてるのかっていうと、これ入れ墨義士なんですけど、背中に入れ墨入れられてるんですね。で、うわーって文字が彫られてるんですよ。いきなり背中に入れ墨を彫られて、これから単に殺されるよりですね、怖いことが待っているってことなんですね。入れ墨師のですね、リラックスしてもう慣れきった感じがですね、ちょっと逆に怖い。で、入れ墨入れられているのがですね、大型肺翼血液って書いてるんですけどもですね、これの入れ墨のですね、設定もありますんで、これちょっと限定の方で話しますね。割と絶望感があります。こんなものを体中に、入れ墨で入れられる。背中中に入れられてしまう。で、さらにですね、夜勤がですね、準備されてですね、マックスは逃げ出してしまうんですね。なんかね、背中にですね、変なマークの夜勤を押されようとして、それを見てですね、マックスは逃げ出してしまう。で、狭い通路をですね、走って逃げるんですよ。で、この岩場に囲まれた狭い通路だからですね、右も左も分かんないとこずっと逃げてくるとですね、わっとマックスが急に正面からびっくりする顔が映るんですね。で、さっきですね、入れ墨入れた時もですね、畜生みたいな顔してるんですけども、あんな情けない顔をしないんですね。夜勤を見せられた時もですね、なんだっていう顔をするんですけども、こんなですね、泣きそうな顔はしない。マックスは何ショックだったのかっていうとですね、インターセプターがですね、エンジン取られてるんですね。俺のインターセプターがですね、エンジン取りやがって、俺のインターセプター壊しやがってって、入れ墨よりもこっちの方がよっぽどショックでですね、どんなにマッドマックスインターセプター好きかっていう話なんですけど、ここから先ですね、ネタバレになっちゃうんですけど、この映画でですね、マックスがインターセプター乗るし、ほぼないです。それぐらいですね、ちょっとルール無用な話なんですよね。入れ墨入れられるよりですね、大事なインターセプターからですね、V8 エンジン、V8 エンジンを盗まれる方がですね、よっぽどショックっていうギャグシーンがここで軽く入るんですね。で、それでもですね、洞窟の中を走って、で、洞窟の中で光が見えるんですよ。で、洞窟の中だから、外はです、自分は地面の中で、やっと外が地面だ、上が地面だというふうに思っていてですね、やった出口だ、ドーンと開けたらですね、地面までですね、かなり何百メートルという、距離なんですね。断崖絶壁の上だったと。で、これ断崖絶壁で逃げようとしているところなんですけども、注目してほしいのはこのドアなんですよね。断崖絶壁になんか両開きのドアがあるんですけど、このドアも、パネルトラックみたいなですね、バンの車の後ろのドアなんですよね。だから、この世界の文化っていうのかな、この世界にある、このマッドマックスが今回、暴れる世界ですね。この変な集団、カルト集団みたいなものは、車を信じてる集団ですね。車みたいなものを、車をですね、神様だとして、車っていうのを聖なるものとして捉えてる。だから、すべてのディティールが自動車なんですよ。そこがね、なんかすごい面白い美術世界で、白塗りで、全身坊主で、そして何か一つの価値観に使えている不思議なカルト集団。で、彼らにとっての神というか信じるものは車しかないんだっていう、この世界観がめちゃくちゃ面白いんですね。だから、この自動車のドアの、が最初現れた時に、岩場に自動車のドアがあって、バーンとあって、マックスができて絶望の表情をすると。うわ、とても逃げられない。で、なんとかそのチェーンみたいなものに捕まって逃げようとするんですけども、この白塗りの奴らに捕まってしまうんですね。で、も
白塗りの奴らに捕まって、顔にですね、こんな布みたいな、ストッキングみたいなものを被されてですね、もうダメだと押さえつかれて。で、押さえつかれて左右からですね、ドアが閉まるんですよ。で、これさっきのドアかなと思ったらですね、ここでマッドマックスってタイトルがですね、これ両側から来てるタイトルなんですね。マッドマックスっていうのが来て、で、さらに自分のマッドマックスという名前の上に焼き印が押されるんですね。フューリーロードです。怒りの道っていうのがですね、この自分の名前の上にやっぱり焼き印が押されてしまうですね。かっこいいかっこいい、超かっこいい展開です。このタイトルの出し方だけでも最初ドアかと思わせて主人公の名前だ、タイトルだ。さらにその上にあんだけ自分が逃げてきた焼き印が押されて、それが今回のサブタイトルになっているというですね、うまさですよね。で、この焼き印、さっきの焼き印のシーンなんですけども、これさっきの焼き印、逃げてきて焼き印のシーンなんですよ。あまりに熱くてですね、燃えてるんですね。周りの露出が飛んでるんですね。最初この焼き印を持ってるおっさんの顔とか見えてるんですけども、焼き印が出てくると、あまりの熱さ、眩しさに露出が飛んでカメラにはですね、この焼き印しか映らなくなっていきます。でこの見せ方ですね。で、これで焼き印の模様を見せておいて、でマックスが逃げ落ちてドアを開けたら断崖絶壁で、向こうの崖の遥か遠くのところに同じマークが見えるですね。これがですね、今回の敵なんだっていうのがわかるんですね。で、ドアが開けて逃げれると思ったらそのマークがあると。で、マッドマックスってさっきのタイトルが終わったこれ直後のシーンなんですよ。で、直後のシーンですね、焼き印が入った首が出てくるんですね。結局あんなに逃げてもマックス結局焼き印押されちゃったんだなと思ってると、この後ですね、この人が、カメラがですね、回り込むと、女の人だというのがわかる。今回のですね、ヒロインですね、フィリオサって女の人なんですけど、このフィリオサって女の人の首の後ろにも、やっぱり焼き印ですね、じゅっと焼ける牛みたいな焼き印を押されているという、その流れになってくる。このフィリオサの初登場シーンなんですね。もう本当にね、ここまで5分なんですけども、冒頭のタイトル出るまでの5分間めちゃくちゃうまいのでですね、ぜひですね、土曜日の21時からやるですね、フジテレビ系のですね、マッドマックス怒りのデスロードをですね、ご覧になってください。お疲れ様でした。無料はここまでになります。ここから先はですね、残念ながらですね、いつもおなじみ限定になります。気になる人はですね、ぜひ会員登録をしてください。それではまたですね、明日のゼミでお会いしましょう。ではまた。バイバーイ。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。